ちょっと想像してみてほしいんです。これからあなたはかなり過酷な山登りに出発するとします。はい、山登りですね。でもハイキングシューズの紐をきつく締めるとか、心拍数モニターをセットするとか、そういう代わりにまず最初にお香に火をつけるんです。お香ですか？そうなんです。そしてスマートフォンのアプリを開いて、巨大な蛇の神様にあなたの背中の上を歩かせてくださいって許可を求めるんですよ。なかなか、現代の一般的な登山風景とは言えませんね。でもそれこそが今回のテーマの核心というか。そこなんです。今日私たちが深掘りしていくのは、ジャー先生という一人の女性が書き残したある個人的な旅の記録です。タイの文漢県にあるプーラン火山、そしてその頂上にあるナーガ洞窟への巡礼の旅ですね。この記録がすごく魅力的なのは、神秘的な体験を遠い世界のファンタジーとして語ってるんじゃなくて、彼女の極めて現実的な一歩一歩の足取りを通して語っている点なんですよね。まさにそうです。単なるスポーツ的な登山ではなくて、自然とか古代のアニミズム、それに現代の生活が交差する精神的な旅なんです。だから今これを聞いているあなたも一緒にこの1520メートルの山道を登っているような感覚で聞いてほしいんですよね。一緒に体験するような感じで。さて、ここから詳しく紐解いていきましょう。まず面白いのが、彼女たちいきなり登り口に向かうわけじゃないんです。そうなんですよね。はい、実際に山に入る前にまずチャオプーウールーっていうスリアナカラット祖父の宮殿と呼ばれる場所へ行くんです。そこで安全な旅を願ってお香や古物を使った短文、つまり香徳を積む儀式を行うんですよ。なるほど。物理的に山という他者の領域に入る前に、まず精神的な挨拶を済ませているわけですね。アスリートが試合前に入念なストレッチをするように、彼女たちは山に入る前にいわば魂のストレッチをしているというか。魂のストレッチ、いい表現ですね。でもここからがすごく現代的で面白いんですが、神様に祈りを捧げたその足で、彼女たちは QQ っていうスマートフォンアプリを使って入山の事前予約を済ませるんです。ここが非常に興味深いところですよね。受付の QR コードを見せてチェックインするんですよ。古代の精霊への祈りとデジタルなサーバーへのアクセスを全く同じタイミングで並行して行っているんです。普通なんか私たちはテクノロジーが発展すると古い信仰は消えていくって考えがちじゃないですか。デジタルと神聖なものは対立すると。確かにそう思いがちです。でもここから得られる一つのインサイトは、彼らにとってテクノロジーは信仰を代替するものではなくて、信仰を管理したりサポートするためのツールに過ぎないということです。なるほど。アプリでの事前予約という現代のデジタル管理と、精霊への祈りという古代からの信仰が全く矛盾することなく見事に統合されていますよね。サーバーの向こうにはシステムがあって、山の向こうには精霊がいる。どちらも彼らの現実なんですね。さらにその現実をつなぐ存在として PU という専属ガイドが登場します。このガイドさんもただの観光案内のプロというわけではないんですよね。そうなんですよ。彼は毎日山を案内するほから、タイの OTOP、いわゆる市村一品運動のプロジェクトとして地元の足を使ってバッグや帽子を編んだりしているんです。神聖な山の案内人であると同時に、地元の草を編んで生計を立てるコミュニティの一員でもあると。アプリの入山管理、古代からの精霊信仰、そして足のバッグを編む地域生活、これらが全部盗賊口という一つのポイントでごく自然に混ざり合っているんです。このシームレスな融合こそがタイの地方における信仰のリアルな姿ですね。特別な非日常として切り離されているんじゃなくて、人々の経済活動とか日常と完全に地作りなんです。さて、デジタルと精霊のチェックインを両方済ませて、いよいよ彼女たちは土の道を歩き始めます。時刻は朝の7時10分、気温は22度です。22度ならちょうど雨が降った後ということもあって涼しくて爽快なコンディションですね。はい、彼女は地元の精霊とかナーガの祖母神上神に対して、今日ここを通行する許可をお許しください、
道中の安全をお守りくださいって祈るんです。彼女が山を登るではなく通行の許可を得るという表現を使っている点に注目してほしいですね。通行の許可。はい。ここから先はただの公共のレジャー施設ではなくて、巨大な神様の家であり、自分たちはそこにお邪魔するゲストであるという強烈な前提が設定されているんです。ゲストとして山に入るからこそ、目の前に現れる景色の見え方が全く違ってくるんでしょうね。例えば、緑の苔がびっしりと生えた岩が現れるんです。ええ、信じられないほど自然にできた不思議な形の岩ですね。彼女たちの目には、それがただの岩じゃなくて、亀の頭と甲羅の形をしたトンネルに映るんです。さらに進むと、門を守る兵士の顔に見える岩があったりして、まるで神話の世界に入り込んでいくような感覚ですね。完全にナーガの卵、つまり蛇の卵にしか見えない丸い岩が現れます。さらにチョンダーラと呼ばれる隙間にはハヌマーンの顔の岩まであるんですよ。そこはスーパースターの方々も写真を撮るような名所ですよね。でもここでちょっと疑問なんですけど、私たちは自然の中に自分の信じる物語を探そうとしているだけなんでしょうか。というと、例えば人間の脳にはパレードリア効果ってありますよね。雲の形とか壁のシミから無意識に顔や動物の形を見つけ出しちゃうっていう。心理的メカニズムですね。リスナーのあなたにも聞いてみたいんですけど、もし苔むした亀の岩を見たら自然の偶然だと思いますか？それとも山の魔法だと思いますか？彼女たちの体験って結局のところただの脳の錯覚なんじゃないかって少し意地悪な見方もできちゃうと思うんです。非常に鋭い指摘ですね。確かに岩の形から顔を生み出すきっかけ自体は生物学的な錯覚かもしれません。ですよね。しかし重要なのは、なぜその錯覚がハヌマンの顔とかナーガの卵という特定の神話的イメージに結びつくのかという点です。彼女たちは登り口で精霊の家にお邪魔する許可を得ていましたよね。はい、祈っていました。つまり脳がすでに神々を探す準備を終えているんです。単なる錯覚が信仰の文脈というフィルターを通すことで、やはりここに神は実在するのだという強力な証拠へと変換されるわけです。なるほど。生物学的な働きと精神的な信仰が結びついて、彼女たちにとっての揺るぎない現実を作り出しているんですね。気温22度のひんやりとした空気の中、息を切らしながら古代の森を登って入り口でお香を焚いた後ですもんね。その極限状態の中で蛇の鱗のような岩肌が現れたら、私たちの脳も喜んでその魔法にかかりに行く気がします。しかも赤い階段と呼ばれる写真スポットでは、自然の通気口から扇風機のような涼しい風が吹き抜けてくるそうですね。そうなんです。神話的な視覚情報だけじゃなくて、ほたった体を冷やしてくれる物理的な心地よさも相まって、山全体が自分たちを歓迎してくれている感覚になるんですよね。だから73歳のお母様も登り続けられるんでしょう。さあ、そんな奇岩の数々を抜け、ついにナーガ洞窟の核心部へと足を踏み入れます。ここで再び整理券を受け取って提示するんですが、この神聖なエリアには極めて厳格なルールが存在します。ゴミのポイ捨て禁止、植物採取の禁止、落書きの禁止、そして午後6時前の帰還やガイド同行の義務ですね。はい、ここが本当に面白いところなんですが、一見すると一般的な国立公園の環境保護ルールみたいですよね。でも一つだけ絶対にやってはいけない独自のルールがあるんです。それが岩を叩かないこと。これをより広い視点と結びつけて考えてみると、なぜ岩を叩いてはいけないのかが見えてきます。それは単に自然物を傷つけないためではないんです。というと、ナーガという神聖な存在の体を直接歩かせてもらっているからですよ。岩を叩かない、植物を取らないというルールは、ナーガの体を傷つけないという信仰と完全に一致しているんです。ただの岩じゃなくて、文字通り神様の皮膚だから叩いちゃいけないと。ルールを守ることがそのまま信仰の実践になっている見事な仕組みですね。洞窟に入るというのは神様の体内に入るようなものですからね。洞窟の内部は両側にトグラを巻いたナーガの姿をした岩に囲まれていて、光が差し込む場所で彼女たちはパワーをもらうと語っています。ナーガに守られた仏像にも祈願して。
とても神聖で張り詰めた空気が漂っていそうです。なんですが、ここからが私の一番好きなシーンでして、そんな神秘の極みみたいな場所で彼女たちが何をしたと思います？お昼ご飯ですかね。そう。しかもガイドのピーユーさんが用意してくれたもち米、豚肉、ソーセージ、そしてキンキンに冷えた2本のコーラを山頂で飲んでるんです。それは素晴らしいコントラストですね。私たちは神聖な場所というと禁欲的で苦しいものを想像しがちですが、彼女たちの信仰はもっと日常の喜びや生命の活力と密接に結びついているんですね。神様のお腹の中で食べる豚肉と冷たいコーラ、最高じゃないですか。圧倒的な神秘の空間とすごく人間的でぞっこっぽい日常の喜びが何の矛盾もなく同居している。ちなみにそこにはナーガの目と呼ばれる深さ2メートルの聖なる井戸もあるそうですが、今は水がないみたいですね。はい。ウィマンティップの滝もそうなんですが、雨季になると水で満たされるそうです。自然のサイクルが神様の姿を変えていくんですね。さて、いよいよ旅はクライマックスを迎えます。プーランカヤンで最も高い場所ですね。ヘリポートを過ぎてルアンプー湾の仏塔へと向かいます。階段を登った先ですね。そこで彼女たちは湾の師匠であるルアンプーサオの仏塔の周りを3周回って健康を祈願します。古い橋から新しい橋への架け替えも行われていたようですね。パージャイカイトの崖からの絶景も見事だったそうです。PM2.5 のない青々とした文根論湖の美しい景色が広がっていて、現代社会の汚染から切り離された清浄な空気ですね。そしていよいよ最も高い場所にある1番目のナーガの頭の前に立ちます。そこで彼女は靴を脱ぎ、ナモタサパカートアラハトーと3回マントラを唱え、この世の富を祈るんです。ここも非常に興味深いですね。彼女が立っているのはアニミズム的なナーガの頭の上ですが、唱えているのは仏教の教えに帰依するマントラですから。土着の精霊信仰と仏教がブレンドされているんですね。祈りを終えた後、彼女は不思議なほどすっきりして幸せな気分になったと語っています。すべての工程を終えてのカタルシスですね。帰り道には縁起のいい数字を占って3を引き当てたとか。はい、大きい宝くじが当たるようにって結局午後0時40分に下山を完了して合計所要時間は5時間半でした。でものんびり歩いたため全然疲れていないって言うんです。5時間半も山を歩いて全然疲れていないというのは少し驚きですね。つまりこれは何を意味しているんでしょうか。肉体的な疲労を精神的な充足感が上回る瞬間というか。これは一つ重要な問いを投げかけていますね。彼女が経験したのは異形の念によって引き起こされた精神的な高揚感、ある種のフロー状態だったと考えられます。フロー状態ですか。広大な自然や人知を超えた存在に触れたとき、大きなものとつながっているという安心感を得るんです。それが肉体的な疲労のシグナルを上書きしてしまう。なるほど。仏塔を3周回ったり、マントラを3回唱えたり、最後に引いた数字も3だったり、一連の旅の中に現れるパターンの反復も心を落ち着かせる効果がありそうですよね。その通りです。一定のリズムで山を登ること自体が繰り返しの儀式であり、彼女にとっては歩くことそのものが動く瞑想へと昇華されていたのでしょう。1520メートルの険しい山道がガイドの P・ウーさんや共に歩くことで精霊やナーガと対話する歩く瞑想のような5時間半に変わったんですね。足元の岩一つ、吹く風一つに意味を見出す。それがこの旅を深い精神的な飛躍へと変えた最大の理由ですね。さて、ここまでタイの神秘の山での体験をあなたと一緒に紐解いてきましたが、最後に一つ考えてみてほしいことがあります。何でしょう。彼女たちは苔むした岩に亀を、巨大な岩肌にナーガの鱗を見出しました。もしあなたが明日自分の家の近所の景色を全てに精霊が宿っているという視点で見つめ直したとしたら、見慣れたはずのその場所に一体どんな新しい顔が浮かび上がってくるでしょうか。Thank you for listening today. Tune in next week. Tune in next week. Bye bye. Bye bye.